こんにちは。自然を加工チャンネルのくにこです。気になった画材を世界堂オンラインでまとめて購入したんですけど、今回のものはどれも初めて使う画材です。最近ですね、オンラインで教えていただいている画家の先生に紹介していただいた筆や、海外 YouTuber のアーティストが使っていたメディウムなど、見ているうちにどうしても試してみたくなって購入しました。今回はそれらを一つずつご紹介していきたいと思います。それでは、袋から持っていきます。結構長いですね、これ。すごく長い。おお。こんな風に折れないようにしてあるんですかね。うわ、結構こんな長い筆。綺麗に取ろうと思った。ビリビリ。ビリビリになっちゃう。ほら、切ろうかな。怖いね。手も切っちゃいそう。うわ、すごい。こんな高級な筆使ったことない。まずは、今回購入した画材を、配布してちょっと並べてみました。これがスケッチブックですね。で、筆と、これは不透明水彩ガッシュの固形なんですよね。固形のパレットですね。それからウィンザー・ニュートンのメディウム。なんかこう見ただけでもね、ワクワクしてきませんか？私はめちゃくちゃワクワクしてるんですけど、それでは一つずつご紹介していきますね。ホルベインのケーキカラー不透明12色セットですね。これいわゆるガッシュ不透明水彩の、固形ですね。こんな感じの缶ですね。バラバラになってますね。なんか爪がついてて挟まってるだけなんですね。で、別売りで売ってるので、これがなくなったら買えばいいってことですね。こんな風にすぐに外れちゃうのか。これだけチューブですね。あとは固形です。水彩の、固形っていうのは、こういう、この状態の水彩、透明水彩もあるんですけど、こういう感じですよね。ハーフパンの固形。透明水彩はこんな感じで、チューブのものが、こういう風に、こういうのが、透明水彩のチューブで、こっちが、ハーフパンの固形で、ホルベインの同じ商品で、こういう丸いね、こうケーキカラーっていうものもありますけど、今回は私は透明水彩をこうチューブから絞り出して、透明水彩の場合は野外に持って行ってるんですけど、透明水彩をチューブから出すとガッチガチのひび割れ状態になってしまうんですよね。で、それをなんとかメディウムとか、グリセリンとかで柔らかくして持ってこうかなっていうふうに思ってたんですけど、固形のね、もともと固形になってる不透明水彩があるっていうことを画家の先生に教えていただいて、で、見てみたらこういうのがあったので、これを持って出かけようかなと思って、もしかしてこれはちょっとまずくないですか？この今ちょっと横にしただけで取れちゃった。どうなの？ちょっとこれ問題ですよね。
ちょっとこれ改善の余地がありますね。これでこれはまずいですよね。改善の余地があるかもしれません。はい。はい、そしてですね、筆を3本購入しました。名前がですね、アムス・アルテージュ・タムロンプロフィルバート筆6号、10号、18号ですね。こんな感じ。日本製なんですね。サイズ違いでこの3つを買ってみたんですけど、ちょっとね、名前が長くて何のことやらさっぱりわからなかったので調べたら、アムスっていうのがメーカー名ですね。アルテージュというのが、アムスのブランド名。キャムロンプロっていうのが筆の商品シリーズ名ってことですね。で、フィルバートっていうのが、フィルバート筆っていう型の型番。715はフィルバート筆の型番。で、他にもね、711はラウンドで713はフラットっていうこの同じメーカーのがあるそうです。皆さんご存知かもしれませんが、実は私は今までねフィルバート筆を使ったことがなかったんですけど、ガッシュには向いているそうなんですね。でこれがそのラウンド丸筆ですよね。でこっちが、フラット平筆ね。で、これがフィルバート、この平筆みたいなんだけど先端がこう丸くカットしてあるみたいな感じなんですね。で、真横にして書けば、持った時にねこういう風に真横にして書けば平筆として使えるし、ちょっと角度を変えれば細い線とか柔らかい曲線なんかも書けるっていうことなんですよね。ただね、こんな長い筆を使ったことがなかったので、これからね、練習してみたいと思います。ちょっとこの筆を触ってみた感じだと、結構弾力があるのかな、ちょっと硬めなのかなと思います。何気なんでしょうね、これ。よくわからないんですけど。そんなに安いものではないので大事に使いたいと思います。次はですね、ちょっと実験に使用してみたいと思ったものなんですけど、ちょっと前にですね、パステルに夢中になっていて、しばらくね、チューブを開けずにいた絵の具があったんですよ。すると、その白色の絵の具がチューブの中で固まってしまって、まだね、半分以上あったのに使えなくなってしまったんですよね。パレット状ではなく、チューブの中で固まってしまったのに、すごいショックで、固まらない方法を探してみたんですよね。で、そこである海外の YouTuber さんが、アーティストの方が、ガッシュにメディウムを混ぜて使っているのを見て、こちらを買ってみました。ウィンザーニュートンの製品で、ブレンディングメディウムというものです。ガッシュの乾燥を遅らせる保湿用メディウムということなんですね。で、これを絵の具に数滴数滴なのかちょっとわからないけど、で垂らして、それを使っていきたいと思っています。ガッシュ絵の具にメディウムを混ぜていきたいんですけど、これウィンザーニュートンのブレンディングメディウムですね。ブレンディングメディウムをガッシュの白い絵の具と混ぜて、この100均で買ってきたものなんですけど、これがいいかどうかはちょっとやってみないとわからないんですけど、本当はね、調味料用のドロッパーボトルをちょっとクッとひねると出てくるっていうボトルが欲しかったんですけど、どういうとこに売ってるのかがわからなくて、Amazon で買おうと思うと大量に30個とか買わなきゃいけないので、そんなにはいらないので、一応これで一回試してみて、ダメだったらまたそういうのを探してみたいなと思います。で、量なんですけど、私がこれからやろうとしているのは、この絵の具に対してメディウム1ってことなので、15ml を4で割ると、メディウムは 3.75ml になるので、この注射器で、注入していきたいと思います。
まあここに入ってる空気があるからどうなんだろう。別にこれそんなに密閉性があるとは思えないけど、まあこれでちょっと使っていこうと思います。ゆっくりね、乾燥していくから、この間みたいにこの絵の具の中で固まって半分以上使えないっていう状態にはならないことを願いたいです。そして最後はこちらになります。ウォーターフォードのブックタイプの水彩紙です。ブックタイプブックタイプなのかこれ。スパイラル閉じのスケッチブックってことですよね。ブロックタイプっていうのがあるんですけど、それは、こんな感じで、糊でね、方が固めてあって、この真ん中に少しだけこう切れ目があるので、ここからカッターの反対側とか、カードとかですね、バターナイフとか、まあ何でもいいんですけど、そういうのをこう差し込んで、四隅を切るっていう、書いた後に切って切るっていうのと、まあこういう普通のスケッチブックとありますよね。まあこれはスケッチブックタイプを今回は選びました。紙の目は10目ですね。で、12枚しか入ってなくって、結構値段が高くて、4180円の 10% 引きで買いましたね。この1平米あたりに何グラムっていうので、紙の厚さが決まってるんですけど、これはね、300g でかなり分厚い用紙ですね。メーカーがホルベインで、まあ、イギリスから輸入してるってことですかね。サンダースっていう会社なのかな、よくわかんないな、これは。用紙は、こんな感じ。結構厚いですね。で、色は白いです。だから白は私は好きですね。で、今まで使ってたので、こういうスケッチブックだと、ワトソンの、これは 239g ですね。まあ、色がちょっと黄色い。結構違い分かりますよね。画面でも分かりますでしょうか。こっちの方がすごく黄色いですね。これはちょっとミシン目ついてるけど、こっちはミシン目ついてないですね。このF4 にしたのはギリギリリュックサックの後ろに入るから持っても出かけられるかなと思ってムホールサイズでも良かったんだけど、今回はちょっきめのやつを買ってみました。このホワイトっていうのが色が白っていうことなのかな。もう一個なんか緑の表紙のウォーターフォードもありました。前回パステルの比較の時に水彩紙アソートっていう10種類紙が入ったものを買って、であまたのにガッシュで書いてみたんですけど、やはり薄い用紙ではね、波打って書きにくかったんですよ。で、ちょっと贅沢なんですけど、今後は日記だけでなくて、作品としての絵もちょっと描いていきたいなと思っているので、こちらも使用していきたいと思っています。というわけで以上になります。最近までですね、パステルで絵を描きたいなって思っていたんですけど、ここ最近はですね、ガッシュ、不透明水彩を使って描いてみたい気持ちが強くなってきました。SNS で見かけるガッシュの作品にすごく惹かれて、こういう色の重なりいいなとか、この色の表現いいなとか、この厚みとかなんかこうかすれとか、そういうのがいいなって思うことがね、増えてきたんですよね。で、前はパステルがいいなと思っていたので、こう気持ちがどんどん変わっていく自分にちょっとモヤモヤすることもありました。でもよく考えてみると、これってネイチャージャーナルをね、続けてきたおかげなのかもしれません。こう自然を見て感じたことを書き留めていく中で、自分が何を書きたいのか、どう書きたいのかっていうのがだんだんね、はっきりしてきた気がします。で、前は、記録する日記として書いていたんですけど、今はもう少し自分なりの表現や作品として書いてみたいっていうふうに思うようになってきました。ですので、今はガッシュで試してみたい。書きたいものが見えてきたからこそ、こう画材もそれに合わせて変えていきたいというか選びたいっていう風になっているのかもしれません。自分の書きたいっていう気持ちにこう素直に今の感覚を大事にしながらいろんな表現を楽しんでいきたいと思っています。今後のね、スケッチ動画の中でも、これらのものはね、登場すると思いますので、ぜひまた見ていただけたら嬉しいです。もしね、この画材をね、使用したことがあるよという方がいらっしゃったら、こんな使い方おすすめだよというのがあれば、コメント欄でぜひ教えてください。ね、特にね、すぐに外れてしまうケーキカラーの固定の仕方とかね知ってる人がいたらとか、アイデアが思い浮かんだ人がいたら教えてくださいな。どうしようかな、これ。ほんとね、これすぐポロって取れちゃうんですよね。これじゃあ外に持っていくときに、絶対にこういう状態でカバンに入れることはないじゃないですか。立てたりしますよね。
その時にバラバラになっちゃうっていうのはどうなんですかね。バラバラになりますよね。ちょっとこれじゃあね、ダメだなと思うので、何か方法を考えたいと思います。はい。というわけで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた。